ハロー皆さん、今日はスペインとフランスの間にある小さな国アンドラに来ました。ようこそアンドラへ。早朝のバルセロナから車で約2時間半かけてアンドラに到着。人気の旅行先であるフランスやスペインの国境にあるにもかかわらず、あまり知られていないアンドラ。今回はそんなアンドラを一緒に探検していきましょう。まずはアンドラの基礎データを紹介。アンドラはピレネー山脈に位置し、正式名称はアンドラ公国。首都はアンドラ・ラベイラです。面積はなんと東京23区の約半分の大きさで、人口は約7万7千人。公用語はカタルーニャ語です。通貨はユーロですが、実は EU 加盟国ではありません。特にユニークな点は、歴史的な背景から国家元首が2人いることです。1人は現フランス大統領のマクロン大統領、もう1人はスペインのウルフェル司教です。これについては動画の後半に議会を訪れるので、そこでお話しします。マーク、右左？多分まずは左に行って、ちょっと見せたいものがあって、でその後は右に行く。OK。じゃあ、los geht's？OK。大丈夫？まあね。まあでもやっぱハイキングシューズにしてよかったね。全然。しかもさ、雨予定だったじゃん。でも着いたらさ、結構晴れてるじゃん。よかったよね、ラッキー。まあ普通にハイキングにいい天気だよ。ね。気温もなんか予報見た時、昨日3度6度とかだったじゃん。でもなんか今12度だね。そうだね。ドイツとあんまり変わんない。まあね。来た。これは何？これはタマロの鳥。タマロって何？タマロはアンドラの自然を守ってる妖怪って感じの生き物。妖怪。で、アンドラには7つの州があって、それぞれの州はタマロの一人が守ってる。で、これはタマロカルです。この州を守ってるタマロ。カルです。カルですさん。思ったよりでかいな。でかいね。ね。でかいね。さすが。で、次行くのはこのトンネル？ここに行ってみたかった。結構なんか。気をつけてね。はい。そこはそのサイトシーイングスポット。遠くまで見える。見たくねいや、楽しいかも。一緒に行こう。Come on。絶景の風景を写真でお届け。
アンドラでの観光は各観光スポットが離れているので、基本的には車かバスでの移動になります。ピレネー山脈に位置している国なので、こんな感じで山を登って下っての繰り返しですね。なんか短時間でなんかあんまり全然雪ないところからすごく雪があるところまで移動できるのはすごい。今向かっている展望台はアンドラで人気の観光スポット。この展望台は特にそのドラマティックな景観で知られ、訪れる者に息を飲むような山々の自然美を提供しています。ここから先はマークさんが一人で撮影をしてくれました。私は高所と強風が怖かったので車で待機です。ちょっと寒いな。結構マナには無理だね。これ滑りやすいね。みんなは向こうまで行ってるね。さすが。ちょっと滑りやすそうから気をつけましょうね。お、下が見えるところだね。白いね。やばいやばいやばい。僕だってちょっと怖いな。これ。さすがに。座ってる兄さんもいる。すごいな。今は公園のために、こういうのうわぁ、ちょっと待って。あ、兄さん。あ、やった。かなり雪降り始めたね。なのにまだみんなは楽しくスカイウォークにいるね。そしてホテルのスタッフおすすめのレストランへ。アンドラグルメ1品目はエスカルゴ。まだ熱々です。紙ナプキンで包んで爪楊枝でカタツムリを引き出します。味や食感は貝に似ていてとっても美味しかったです。見た目はしっかりカタツムリですが、まあ貝もこんなもんですよ。アンドラグルメ2品目はラザニア。ひき肉だけでなくハム入り。チーズもいい塩梅の塩気と溶け具合でした。アンドラはチーズが美味しい国だそうで、翌日元アンドラ在住者に勧められたレストランに行ったのですが、外まで並んでいて入れなかったのがとても残念でした。アンドラに来る機会があればぜひ行ってみてください。ここでこの料理にはまり、バルセロナでもリピート。家でもサッカー観戦のおつまみとして食べるようになりました。本当に美味しいんですよね。
翌朝はホテルのレストランで朝食。スペインで食べたトルティーヤよりも具材がゴロゴロしていて、キッシュに近い感覚の美味しさでした。あ、ヘルメットいや、普通に日本もヘルメットだよ。あ、そうなんだ。頭ぶつけないように。わかりました。じゃあヘルメットはもらいました。はい。Let's go。Let's go。ガイドに連れられ、鉱山内を見学。この鉱山はアンドラで唯一観光のために維持されている鉱山だそう。アンドラ北部の山岳地帯では他にもいくつかの採掘活動が見られましたが、他の鉱山はもう入れなくなっているのだとか。ここで採掘活動をしていたのは2人のフランス人で、1人は鉄鉱石を採掘し、もう1人はそれを運び出す作業をしていました。ここの中に、ダイナマイト、爆弾を入れて、爆発した。そっちの方が取りやすいから。ここは昔まだ続いてたけど、安全のために閉められた。あ、そう。なんか血の味がする。なんか血にも鉄が入ってるから同じ味です。面白い。この鉱山で鉄鉱石が採掘されたのはたったの4年だけでした。ここで鉄鉱石を取り続けるのは経済的に難しいと判断し、彼らは採掘活動をやめることにしたからです。そして国は観光向けの鉱山としてここを残しました。ゲームオブスローンズみたいな感じの道になってきたね。僕も思った。アンドラはさ、家もそうだけど、石を重ねて作られた建物、景色が多いね。ベストな時期じゃないかな。かな。多分また夏に来た方がいいかな。やっぱヨーロッパは夏の方がいいね。あっちは行きたかったその像がある。この像の話結構面白い。7つの像があって、で全員同じ、ジョディの家族に属する。だけど、それぞれの像は違う国から来た。確か日本から来てる像もある。確かにこれはエジプトっぽい。これはエジプトかな。で、向こうのお兄さんはメキシコでしょ。だね。じゃあ日本の像探しましょう。もう一個。書いてあったなんか。何が書いてあった？読めない。日本じゃない？多分彼女は日本から来てるね。東京、下水道？東京下水道って書いてあるじゃん。なんで東京下水道なんだろうね。でも東京下水道を管理してるのは東京都庁かな。だから東京都庁と何か関係あるのかな。平安時代みたいな感じのデザインだね。なのに水道を管理してる。
懐かしいね、私には。昔よくオーストラリアに月にやりに行った。もう結構。怖っ。無理。いや、ちょっと。閉まんないじゃん、ドア。いや、ちょっとこれはマジで怖い。まだ閉まってない。ちょっと怖いのね。閉まって。ちゃんと閉まってない。じゃあ、行きますか。目つぶってる、ずっと。目つぶっちゃうもん。これ、山を取る。もう。いやー、don't touch me。OK。もう目つぶってる、完全に。ちょっと右だね。怖い。岩の壁だ。すごい。滑ってる人いた。ない。めっちゃ風吹いてんじゃん。やめてよ。本当に怒る。遠いの？ちょっと待って、これさ、スイス行ってもさ、こういう感じだよね。もう行くのやめようかな。いや、結構厳しいよ、だけど。文句も言い疲れたところで頂上に到着。寒すぎたのでココアを求めて山小屋へ。どうも落ち着かず、ココアを一杯だけ飲んで下山することにしました。気持ち上りよりも風が強くなっているような気がするのですが、一度登ってしまった山は降りなければならねえということで、気を引き締めて再度ケーブルカーに乗り込みました。このエリアはアンドラの北西部に位置し、その険しい地形と標高の高い山々が点在していることで知られています。前はできなかったってことだね。よくやったよ。やっと。ナイス。じゃあもう着いたよ。着きました。地上だ。めちゃめちゃ嬉しい。やっぱ地上が一番ですよ。ちなみにたまたまですが、このスキー場のスポンサーはバルセロナにあるガウディの建築パサビセンスを購入したアンドラの企業モラバンクでした。旅の途中に偶然こことそこの歴史がつながるとワクワクしますよね。これもまた旅の醍醐味。その後も車を走らせ教会へ。ですが2カ所行ってどちらも閉まっていました。おそらくイースターだったからですかね。その後は街中にあるこの派手な建物、アンドラ最大のスパへ向かったのですが、水着を忘れて入れず。マークさんもこの様子。入りたかった。アンドラへ行く方はぜひ行ってみてください。そしてこんな取り組みを見つけました。
ペットボトルの蓋のリサイクルボックス。カラフルな蓋が入ったボックスの横にカラフルなベンチを置くところもセンスが良くて素敵でした。そして最後にやってきたのはアンドラ公国の議会。こちらは新しい庁舎。現在古い庁舎は博物館となっていますが、1702年から2011年までは議会として使用されていました。内部は伝統的なアンドラの建築様式で建てられており、厚い石の壁と木製の窓枠が特徴的です。また、もともとは裕福なブスケツ家の家でもありました。そして動画の冒頭でもお伝えしたように、この国には国家元首が2人います。その歴史は10世紀頃まで遡り、当時大きな権力を持っていたウルヘル司教と、その司教によって権利を分け与えられたフォア伯爵による統治権をめぐる争いが発生。1278年に対等の封建領主権を共有する対等の収守契約を結び、両者はアンドラの共同領主となりました。現在は司教側は代々ウルヘル司教に、フォア伯爵側は彼がフランス王に即位して以来、フランスの国家元首に引き継がれています。そのため2024年現在、フランスの大統領であるマクロン大統領もアンドラ公国の国家元首であるというわけです。ちなみに議会は28議席と規模はかなり小さめ。また、下の階に降りると2000年まで裁判所として使用されていた部屋がありました。法の威厳を感じさせるような雰囲気がありますよね。実はこの後かなり雨が降って首都散策はあまりカメラを回せなかったのですが、高級ブランドの路面店も多く、税金の低さからかショッピングを楽しんでいる人が多いのが印象的でした。さて、アンドラの旅はここまで。次回はオランダ・アルクマールの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。